皆さんこんにちは。ガジェットジェットのゆっけいです。以前の動画でサウンドバーのレビューさせていただいたんですけど、結構反響大きくて、やっぱり皆さんテレビの音を少しでも良くしたい人多いんだなって実感しました。そんなわけで今回も話題のサウンドバーレビューしていこうと思います。今回レビューするのはこちら TAB5706。こちらの電気シェーバーや電動歯ブラシなんかで有名な電気機器総合メーカーフィリップスが開発製造している注目のサウンドバーなんですよね。というわけで今回はこちらの TAB5706 が皆さんにおすすめできるモデルなのか、音響面から操作性まで徹底的にレビューしていきたいと思います。新しくサウンドバーの導入考えているという方には非常に参考になる動画となっていると思いますので、ぜひ最後までご覧ください。TAB5706 はその中でも最もお求めやすい価格なエントリーモデルとなっていて、そのコスパの高さにも期待ができる機種になっています。それではまずこちらのスペックの方から見ていきましょう。サイズは幅 700mm、高さ 70mm、奥行き 120mm、チャンネル数は 2.1 チャンネル、HDMI 端子に関しては ARC に対応した出力端子が1つ搭載されていますが、入力端子は搭載されていないようですね。音声フォーマットに関してはドルビーデジタルプラスとドルビーデジタル、リニア PCM に対応、Bluetooth 接続にもしっかりと対応しているみたいですね。それでは実際にこちら開封していきましょう。ではこちら同梱物並べてみました。こちらですね、本体と電源ケーブル、そしてリモコン、そしてリモコンに使う電池ですね。そしてこちらが壁掛けの時に使う座金が2つ、そして壁掛けの時に使うネジ類ですね。そしてこちらが説明書類になります。ですね、こちら HDMI ケーブルだったり光デジタルケーブルが付属されていないので、別途こちら自分たち購入する必要がありそうです。ちょっと残念ですよね、そこ。続いてはサウンドバーの外観を見ていきましょう。まず注目してほしいのはこのサイズ感ですよね。幅 700mm、高さ 70mm、奥行き 120mm とかなりコンパクトです。特にこの幅ですよね。サウンドバーとしてはかなり短いので、32インチから43インチなどのコンパクトなテレビでも違和感なく使うことができそうです。そしてこちらの形も特徴的ですよね。こう上から見ると台形っぽいデザインで、個人的にはかなりスタイリッシュだと思います。どんな空間にも馴染めそうですよね。こちらですね、本体にも操作ボタンついているようでですね、タッチパネルになっているようですね。で、右から電源ボタン、そしてこちらが外部入力ボタンですね。そして音量調節のボタンになっています。こちらタッチパネルなのはいいんですけど、結構天面がですね、マットな素材になってるんですよね。なのでこうやって触った時にですね、ちょっと指紋が目立つような感じになってるんで、こういうところちょっと気にする人いるかもしれないですね。こちら本体底面になるんですが、拳1個分ぐらいのサブウーファーついてますね。そして、分厚めのインシュレーター2つついていますので、こちら評価高いですね。続いて端子類見ていきましょう。こちら電源入力端子で、こちら光デジタル音声入力端子。こちら USB 端子なんですけど、ソフトウェアアップデート用ですかね。そしてこちら音声入力端子で HDMI 出力端子になります。端子類こちら非常にスッキリしてますね。それでは実際にテレビに接続してみました。うちのテレビは65インチなんですけど、やっぱりサウンドバーがちょっと小さいせいか少し違和感がありますよね。こちらのサウンドバーはもう少し小さいテレビでの使用に向いているかもしれません。またこちらのサウンドバーでは HDMI 入力端子が搭載されていないため、こちらの下にあるプレステ5を経由する接続方式を取ることができません。ですのでプレステ5からの純正な音声を出力したいという方にはあまり向いていないかもしれません。こちらの接続方式に関しては以前の動画で説明していますので、詳しく知りたい方はこちらの動画を参考にしてください。それでは肝心の音の方を聞いていきましょう。Running your way, but you push me away. Your life gone, losing your mind. I'm here for you, babe. I've loved you the same this whole time. So tell me, what's on your mind? And I'm not here to hear you say you're fine. I can take the pain you hold inside. I wanna know, wanna see it. Can I feel your kryptonite? Can't get this off my mind.
今実際にフリーの洋楽流してみたんですけど、いかがでしたでしょうか。個人的にはですね、全然悪くはなかったと思います。低音も程よく聴いていますし、聴いていて心地が良かったっていうのが率直な感想ですかね。本機ではドルビーアトモスなどの立体音響規格には対応していないんですけど、ドルビーデジタルプラスには対応しているので 5.1 チャンネルサラウンドを出力してくれるんですよね。だからなのか、エントリーモデルながら自然と音の広がりも感じることができましたよ。また本機はですね、全部で4つのイコライザーが用意されていて、リモコンのこの EQ というボタンですね、こちらを押すとですね、サウンドモードを変更できます。サウンドモードは映画モード、音楽モード、ボイスモード、スタジアムモードが用意されているので、そちらの違いも細かく聞いていきましょう。Running your way, but you push me away. Your lifeline, losing your mind. I'm here for you, babe. I've loved you the same this whole time. So tell me, what's on your mind? And I'm not here to hear you say you're fine. I can take the pain and hold inside. I wanna know, wanna see it. Can I feel your grip tonight? Can't get this off my mind. Does it only control you? Let me in, I'll help you out. I won't lose you this night. Can I feel your grip tonight? Can I feel it, can I feel you? 実際にサウンドモードを変更してみたんですけど、皆さん違いは分かりましたかね。僕は正直あまり違いを感じることはできませんでしたかね。ただ唯一スタジアムモードだけは圧倒的に音の広がりが増強されていたので、サッカー観戦だったりライブ映像なんかを見るときには非常に重宝しそうですね。また本機はですね、こちらのボタンを押すことで Bluetooth の接続にも対応しているため、携帯とペアリングして音楽を聴くことも可能です。さて今回はこちら、フィリップスのサウンドバー TAB5706 の音質から操作感なんかを徹底的にレビューさせていただきました。エントリーモデルながら非常に完成度の高いサウンドバーだと感じましたね。重低音がガンガン効いてるとか、高音の響きがすごいクリアとかっていう大きな特徴はないんですけど、全体的に均一な音を響かせてくれるので聴いていて心地がいいんですよね。なのでそういった聴き心地を大切にされている方はかなりお勧めできるサウンドバーだと思いました。ただ本機では HDMI 入力端子を搭載していなかったり 4K HDR パススルーに対応していないので、PlayStation 5なんかの外部機器と接続したいと考えている人にはあまりお勧めできないかなと感じてしまいましたね。それでは最後にフィリップスサウンドバー TAB5706 がどんな方に向いているのか簡単に紹介して終わりにしましょう。初めてサウンドバーの導入を考えている方、PlayStation 5やレコーダーなどのテレビ周辺機器との接続を考えていない方、聞き心地を重要視する方、小さめのテレビを使用している方におすすめのサウンドバーになります。今回紹介したこちらのサウンドバーはアフーストアからご提供いただいたんですけど、こちらは現在クラウドファンディングサイト幕開けにて割引価格で購入することができます。そちらの URL も概要欄に貼っておきますので、少しでも気になった方はぜひそちらからチェックしてみてください。今後もガジェットの最新情報やレビュー動画なんかをじゃんじゃん上げていこうと考えていますので、ぜひ今のうちにチャンネル登録の方よろしくお願いします。また今回の動画参考になった、分かりやすかったっていう方は高評価の方も忘れずにお願いしますね。それでは次回の動画でお会いしましょう。ガジェットジェットのゆっけいでした。